こんにちは、代々木の家のカイトです。今日はですね、椅子選びのコツと、あとは代々木の家に置いてある、椅子類の説明をする動画を撮っていきたいと思います。まずダイニングルームの、椅子を例にして説明していきたいと思うんですけど、例えばこういうダイニングテーブルの周りに椅子を置いた時に、どうやって統一感出すんですかっていうお話いただいたりするんですけど、椅子選びする上で、統一感出す方法を大きく分けて2つあると思っていて、1つは、色味を揃える。で、2つ目は、形を揃えるっていう方法があると思うんですけど、この、ダイニングルームでは、基本的に色味を揃えることで、なるべく統一感が出るようにしてます。で、今ここに置いてある椅子、全部形はそれぞれ違うんですけど、同じ木目の、色調で選んでて、木の色も白木って言われる白いものとウォールナットみたいな黒い木があるんですけど、ダイニングルームの椅子は基本的にその中間ぐらいの色で、揃えてます。なんで中間色で揃えてるかっていうと、そこの中間ぐらいの色味をベースにしておくと、例えばなんかちょっと濃い色とかが入ってきてもあまり気にならなかったりとかするので、こういう中間色の色味だけで揃えると、いろんな形があっても統一感が出るんじゃないかなと思ってます。ちょっと次オフィスリビングに来たんですけど、ダイニングルームの椅子は色味を揃えて統一感を出してるんですけど、逆に色味をバラバラにするなら形を揃えるのがいいかなと思っていて、このキャンピングチェアとかは、色味はこうやって違うんですけど、基本的に同じシリーズで、形が似てるので、色味が違ってもいい感じでバランスが取れるので、色味をなるべくばらけさせたいなら、なるべく同じような形のものを選ぶとか、ないしは同じシリーズを選んであげるとかっていうのがいいかなと思います。なので、椅子選びのコツってすごい単純で、色か形、そのいずれかだけをなんとなく揃えれれば、揃いすぎてもなくて、いい感じで統一感が出るので、そこら辺のバランスを狙って選んであげるのがいいんじゃないかなと思います。で、今、椅子選びの簡単なコツを紹介してみたので、次はそれぞれの椅子の説明をちょっとしていきたいと思います。1つ目の椅子はセブンチェアといって、いわゆるデザイナーズチェアなんですけど、これ僕が人生で初めて買った椅子で、社会人になって最初のボーナスで買った思い出の椅子です。すごい座り心地も良くて、座った時にこの後ろのこのバッグのこの形状が効いてるのか、なんていうんですかね、背中にすごいフィットして、あんまり個人的には疲れないで長く座ってられます。で、セブンチェア本当に結構いろんな種類があって、座面も私はこのチェリーの木を選んだんですけど、こういう木目じゃなくて色がついてるものもありますし、木目を選んでも、チェリーの他にも結構いろんな木材の種類が選べるので、色も豊富にあるので、お気に入りの椅子を選ぶっていうのも、可能かなと思います。次がこれアンティークチェアなんですけど、渋谷の道玄坂にあるアンティークショップで買いました。これアンティークチェアなんですけど、作りが結構しっかりしてて、で肘掛けもあるようなタイプなので、ダイニングルームに置いてるんですけど、ダイニングルームでは一番よく座る椅子で、お客さんとか来たらいつもこれに座ってもらってます。古い家具ではあるんですけど、こういう曲線とかカーブもすごい綺麗に作られてるので、すごい体に馴染みがいいです。で、木材の色味は、結構綺麗な飴色をしてて、比較的強い色をしてるので、ダイニングルームに置いてあるそのラワンで作ってるDIY の家具とかとも合うかなと思って購入してみました。で、アンティークチェアって本当にピンキリで値段もいろいろあるんですけど、これは2万円台で購入したんですけど、そこまで高くなくて、ある程度しっかりしたものって見つかるので、アンティークショップ屋さんを巡るのはすごい楽しいと思います。はい、よいしょ。
続いてもアンティークチェアです。でこれもダイニングルームに置いてます。この椅子もさっきの2個目のアンティークチェアと同じところで買いました。でこいつの特徴は、折りたたみ式っていうところなんですけど、こんな感じでこう薄く畳めるので、使わない時とかは畳んで収納できるようなタイプです。で、アンティークチェアで折りたたみ式って結構珍しいと思うんですけど、お店とか行くと意外と置いてあるので探してみるのも面白いと思います。普通の椅子と違ってやっぱり折りたたみ式で機構がちょっと複雑なので、座り心地がめちゃくちゃいいかっていうと正直普通の椅子よりは劣っちゃうかなと思います。ただ形も可愛いですし、なんといっても収納できるので家に何脚かあるとすごい便利なので重宝します。で確かこいつは1万円台ぐらいで比較的安く購入できました。なので複数台何脚か持ってるとすごい重宝すると思います。次ちょっと変わってる椅子なんですけど、これ、五反田にあるデモデミックスっていうお店で購入した家具です。これはアンティークの家具じゃなくて一応新品で購入したんですけど、確かこれインドで作られてる、家具だったと記憶してます。で足が、スチールで作られてて、で上が革地で貼られてます。こんな感じです。で刺繍がこう縫われてるようなデザインで見た目がすごい可愛いので購入してみました。で、背がないんですけど、少しここが立ち上がってるので、座るとお尻にフィットして意外と座りやすいです。ただ、やっぱり背がないので長時間ずっと座っている椅子っていう感じではないんですけど、見た目も可愛いし座り心地も良かったので購入してみました。確か3色展開ぐらいで売ってて、値段も2、3万円ぐらいだったかなと記憶してます。気になった方はデモデミックスさんぜひチェックしてみてください。次、スツール類ですね。普通の椅子集めるのも好きなんですけど、実は結構こういうスツール集めるのが好きで、アンティークショップとか行くとスツールをよくチェックしてます。こっちは確かさっきも紹介した渋谷の道玄坂にあるアンティーク屋さんで買って、こっちは目黒の家具通りのお店で買いました。両方とも確か7、8000円ぐらいで買えて、スツールだとアンティークでもすごいカジュアルな値段で買えるので、アンティークの家具買ってみたいなっていう方には最初に買う1脚目としては値段的にもおすすめです。座り心地は、スツールなんで、こんな感じなんですけど、別にアンティークでも別にその大きくガタつくとかそういうことはなくて、アンティーク屋さんがちゃんとリペアして修理してきれいにしてくれてるので、そこら辺は安心して購入しちゃって大丈夫かなと思います。スツールって単純な形してますけど、こういうところのデザインとかこっちはシンプルですけど単純な形してますけど、ここら辺のディティールで味って出てくるので、そういう自分の好きなスツール探すのはすごい面白いと思うのでおすすめです。次がですね、オフィスリビングで動画でもよく出てくると思うんですけど、ヘリノックスの、キャンピングチェアです。家の中でインテリアとしても使いやすいような質感の布地を使ったシリーズですね。座ると今までの椅子に比べると、だいぶ重心が低くて座るとすごいリラックスできるような体勢になります。こっちのちょっとデニム生地っぽいものは背が高いので、こんな感じで頭預けられるぐらいの高さなんですけど、こっちのベーシックな形のタイプは座り心地は似てるんですけど、肩のあたりまでしか背がないので、こっちに比べると、姿勢の体勢が変わってくるかなと思います。個人的にはちょっと大きいんですけど、こっちの方がやっぱ座り心地いいので、こっちに座ることの方が多いですね。これ本当はキャンピングチェアなんですけど、
ちょっとキャンプでは使ったことないです。以上です。はい。最後、椅子っていうかもはや台ぐらいのサイズなんですけど、こいつは、オフィスリビングに置いてます。で、こっちは、オープンストレージに置いてます。こいつはキャンプ用のチェアなんですけど、折りたたみができて一番簡易な椅子ですね。980円ぐらいで購入して2個買ったんですけど、1個は壊れちゃいました。で、こっちは新潟でお世話になった大工さんにいただいたものです。手作りの台ですね。これ座ると、こんな感じで一応座れるけど、ちょっと正直1時間は座ってられないような感じです。で、こっちはオープンストレージで本当に床座の空間に置いてるんですけど、床に座るのがちょっと疲れちゃうよっていう方にはこういう台を使ってもらってます。じゃあ本日は、代々木の家の椅子の紹介をしてみたんですけど、僕すごい椅子が好きで、これからも椅子購入していきたいと思ってるので、もし皆さんの中でお気に入りの椅子あるよって方とか、あるいはこういう椅子買おうとしてるんだって方いらっしゃったら、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。今回も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。